今回の動画を見ていただいたら、なぜ素人の方が掛け軸の染み抜きをしない方がいいのかっていうのが分かっていただけるかなと思います。多くの人がね、掛け軸の染み抜き勘違いされているのは、この技術が非常に難しいので、素人の方がやられるのはやめといた方がいいんじゃないかなと思います。ここら辺でストップしなければいけないなっていう怖さをね、表具師は知っているので、作品のことを考えるのであれば、やっぱりプロの表具師に相談される方がいいんじゃないかなと思います。はい、どうも掛け軸塾の野村です。今回は掛け軸の染み抜きは表具師に任せた方が良い4つの理由ということでお話しさせていただこうと思います。掛け軸の修理を行うにあたって、非常に多くいただくご相談っていうのが、掛け軸にシミが発生してしまったとか汚れが発生してしまったっていうご相談なんですけども、こういうご相談をされるお客様の中にこういった質問をされる方が多いんですね。自分で何とかできる方法ないですかっていうようなご質問ですね。気持ちはよくわかるんですよ。掛け軸の染み抜きってどうしてもね、ちょっと費用がかかってしまうっていうイメージがあると思うんです。実際費用はそれなりにかかる作業になってくるんですね。それだったらなるべく自分で染み抜きとかができるんであれば、その費用を抑えるためにしたいっていう気持ちはよくわかるんですけどもね、これ結論から言うとやめといた方がいいです。はい。なんでかというと、この染み抜きっていう作業は、プロの表具師であっても非常に難易度が高い作業になってきます。デリケートな作業になるので、普通の素人がされるのはやめといた方がいいんじゃないかなと、僕個人的にはやっぱ思いますね。なんで今回こういう話をしようと思ったかというと、結構自分でやられた後に持ってこられる方が多いんですけども、だいたい自分でやった後持ってきた作品で良くなってる試しっていうのが一個にもないんです。だいたい悪くなってる、悪化してる状態なんです。これね、本当何もしないで持ってきてもらった方が非常に作業としてはやりやすいですね。もう下手で自分でえじってしまってるから余計に綺麗に余計手間がかかるんで、余計費用が発生してしまう。で費用が発生する割にもう自分でいじってるから汚くなってるので、それをきれいにしようと思ってもなかなかきれいにならなかったりっていうことで、費用がかかる割にはきれいにならないという、もう二重の悪循環になってしまうので、それだったら最初からプロの方に持ってきてもらった方がいいんじゃないかなと思いまして、今回の動画を見ていただいたら、なぜ素人の方が掛け軸の染み抜きをしない方がいいのかっていうのが分かっていただけるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。はい、掛け軸の染み抜きを表具師に任せた方がいい4つの理由ということなんですけども、その4つの理由がこちらになります。1番が掛け軸をすべて分解しないとできない。2つ目が薬剤の使用方法が複雑。3つ目がもう一度掛け軸にしなければならない。4つ目が必要な道具の調達が困難ということで、これ順番に説明していきますね。まず1番目の掛け軸をすべて分解しないとできないっていうことなんですけれども、多くの人がね、掛け軸の染み抜き勘違いされているのは、掛け軸こうなってる状態、そのままの状態でなんか染み抜き剤を染みの部分にちょんちょんちょんって塗ったら染みがきれいに抜けるっていうふうに勘違いされてるんですけどもね、掛け軸の染み抜きっていうのは全部ばらしてから、全体に染み抜き剤をかけないときれいに抜けないんですね。なぜちょん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 って局所的に薬剤をかけるとダメかっていうと、染み抜き剤をこの染みのところにちょんちょんちょんってかけると、その部分だけ漂白されてしまって色ムラが発生してしまうんですね。そうすると染みがあったところ以上に大きな色ムラがボン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 できてしまうので、鑑賞上最初よりもひどくなってしまうっていうことの方が多いです。で、あと薬剤なので水分を使うので、掛け軸っていうのは作品の裏から和紙に糊をつけて裏打ちっていって補強を3枚ぐらいして掛け軸の形になってるんですね。で水分を含ませるとその糊の部分が剥がれてきて裏打ちの紙が浮いてきてしまうっていう不具合が発生してしまうんですね。これ非常に見た目的にも良くないですし、このまま放っておくとここがシワになって巻いたり仕上げたりしてしまうとここがシワになって作品自体を傷つけてしまうっていう恐れがあるので、まず掛け軸の染み抜きをするにあたっては旧裏打ち紙を全部除去して生地の部分とかを全部外して作品だけの状態にしてから染み抜きをしなければならないという順番になります。で、この掛け軸の旧裏打ち紙の除去をするっ
っていう作業なんですけど、これがね非常に難易度が高いんですね。以前の動画で何個か掛け軸の修理の動画っていうのを上げさせていただいていると思うんですけども、例えばイギリスから受けた掛け軸の仕立て替えで梅の掛け軸の修理の部分があるんですけども、そこで旧裏内紙を剥がすの、あれすんごい剥がすの難しかったんですけども、この剥がすっていうのは結構ね専門的な技術というか、指先のすごい細かい感覚を大事にする作業で、下手をして力でキュッてめくってしまうと作品が破れてしまうっていうような、そういう不具合が発生してしまうんですね。なのでこの技術が非常に難しいので、素人の方がやられるのはやめといた方がいいんじゃないかなと思います。で、旧裏内紙を剥がすにあたって水を使って糊をふやかして裏打ちの紙をめくっていくんですけども、この水を使うので作品に使われている絵の具とか墨が滲んでしまう恐れがあるんですね。でそれを防ぐために色止め作業っていうのをまず行うんですけども、この本当に色止め作業がちゃんと絵の具が定着しているかどうか流れないかどうかっていうのを判断するのも結構難しいというか、経験が必要になってくるので、素人の方がやられるのはちょっとハードル高いんじゃないかなと思うのでやめとかれた方がいいかなっていう最初の理由になります。で2つ目が薬剤の使用方法が複雑ということなんですけども、うまいこと、作品の裏打ちの紙がめくれて、じゃあシミ抜きをしようと思うと、作品の状態とか、シミの状態によって、薬剤を使い分けたり、あと使用方法、濃度を変えてみたりとか温度を変えてみたりとか時間を変えてみたりと、いろいろなやり方を何個か複合的に行ってシミっていうのを抜いていくんです。だからシミ抜きはシミ抜き剤をパッてかけたらファッてきれいに一瞬できれいになるっていうわけではなくて、時間の経過とともに徐々にシミが薄くなっていくという工程になるので、その見極めというのが非常に難しいですね。で表具師っていうのは今まで過去膨大な数のシミ抜きをやってきているその経験があるので、このシミにはこれがいいかなと。で、これぐらい抜けてきたからじゃあ次こうしてみようか、あれ、これうまいこといかないな、じゃあこれ次こうしてみようかと、いろいろ過去の経験から導き出せるベストな方法っていうのをいろいろ選んでいくことができるんですけども、その経験がないとやっぱり難しいなと思います。で、シミ抜きで一番怖いのはやりすぎるっていうことなんですね。きついシミ抜き剤でバッて一気にやってしまったら良さそうに見えるんですけども、そうするとシミ抜きの薬剤というのは結構きついので作品自体が傷んでしまう可能性があるんです。で下手したらその作品が真っ白になってしまうみたいなことがあるかもしれない、そこまでやったことは僕もないのでわからないですけど、何かしらの作品に不具合が発生する可能性が非常に高いので、ここら辺でストップしなければいけないなっていう怖さをね表具師は知っているので、シミが抜けてなくてもストップっていう判断ができるんですよ。それがなかなか一般の方では難しいんじゃないかなと思うので、やめられた方がいいかなという2つ目の理由になります。で3つ目が、もう一度掛け軸にしなければならないということで、だいたい1番と2番で挫折すると思うんですけども、100歩譲って1番と2番シミ抜きまでうまいこといきましたよっていう場合であっても、その後掛け軸にもう一度戻さなければならないんですね。これ普通に表具の技術全部必要になってくるので、一般の方で、掛け軸俺掛け軸作れんねんっていう人あんまりいないと思うので、そこら辺がまず難しいと思うので、やめておかれた方がいいんじゃないかなと思います。家電のねよく壊れて、ネジを外して蓋開けてちょっていじったら綺麗に動くようになった、よし治ったって言って蓋をもう一回閉じてネジを止めるっていうのとはわけが違う専門技術が必要になってくるので、ここら辺の技術も含めてやっぱやめておかれた方がいいんじゃないかなと思います。で最後4つ目が、必要な道具の調達が困難ということで、今までお話ししてきた1番2番3番に、必要な薬剤であったり道具の調達っていうのがやっぱり一般で売られているものではないので、なかなか難しいかなと思います。で代用品でねなんとかやりくりしようかなとすると不具合が発生してしまう恐れが非常に高いので、やっぱり、やめておかれた方がいいんじゃないかなと思います。はい、以上が掛け軸のシミ抜きを表具師に任せた方が良いという4つの理由になるんですけども、もう一回復習しますね。1番が掛け軸を全て分解しないとできない。2番目が薬剤の使用方法が非常に複雑と。で3番目がもう一度掛け軸にし直さなければならないと。4つ目がこれらにかかる作業に必要な道具とか薬剤の調達が非常に困難っていうことで、
シミ抜きっていうのはね、確かにある程度費用がかかる作業にはなってくるんですけども、それだけ専門的なね技術とか知識経験っていうのが求められるものなので、難易度とか高いので、作品のことを考えるのであればやっぱりプロの表具師に相談される方がいいんじゃないかなと思います。でもしね、相談できる表具師さんが近所にいらっしゃらないということでしたら、弊社の方でも全然結構ですのでご相談いただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではこのように掛け軸や表層に関するさまざまな情報を発信しております。よかったな、ためになったなと思われる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。